これ難しいですよね、こう。自分の作ってるキャラクター殴りたい。殴りたくない？いや、別にそんな、かわいそう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また、内田慎之介が来てます。お願いしイエーイます。サイバーパンク書いてほしいんですけど、今回は逆に完全にサイバーパンクじゃないキャラクターを書いてサイバーパンクしてほしいです。はい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 。サイバーパンクと考えたら、一番反対は何ですか？メルヘンみたいな。ファンタジーですかね。なんか魔法とかそういう完全に空想のデジタルじゃないというか、機械じゃないというか、アナログな感じですよね。わかりました。あ、わかりました。頑張ります。はい。一番サイバーパンクじゃないポーズにしたいんですけど、体を描きます。ドキドキのアニメーター、ひろいさん、絶対怒る。なんでですか？手を隠してます。わかります、でも。素晴らしいところは最後に書きます。内田さんが絶対喜ぶものを書きます。なんだろう。サラリーマンみたいな。なんかイメージと違う、なんか髪型がなんか私だけなのかわからないんですけど、こういう髪型見たら超ムカつく。なんでなんでですか？自分のイメージを綺麗に大切にしすぎてる。サイバーパンクキャラクターあんまり笑わないかな。なんとなくそういうイメージありますよね。世界が壊れてるからあんまり嬉しくないみんな。感情があんまりこうない感じがするかも。なので超笑ってるキャめっラクターにちゃ笑ってる。自分の作ってるキャラクターに殴りたい。すごいピュアな目してますけどね。キラキラな目をしてる。殴りたくない？いや別にそんな。なんか爽やかな人ですね。嫌でしょ。嫌じゃないですよ。かわいそう。靴が書けない問題。あこれー靴っぽい？あ、わかります。なんかそういう靴ありますよね。こうありますよね白黒のアキラのキャラの甲斐圭介がそういう靴履いてますよ。そのキャラクター見たらムカつく？ムカつかないですよ。可愛い可愛いキャラですよ。おしゃれなキャラがいるんですよ。おーピエス・ド・レジスタンス入れます。これボタンですか？ボタンです。あ、わかりましたわかりました。ああ、わかった？エレベーターに乗ってるんだ。エレベーターですこれそういうことか。エレベーターの話をしたことがありますよね。わからない人がいましたら、内田さんっていう人がいまして、超汚いエレベーターが好きっていう話。そうそうそうですそうです。綺麗なエレベーターがありました。それ合わなかったって。フラットすぎてこうね、美しすぎるんですよ。完成です。結構現代ですね。もっとアメリカの30年頃のかっこいい。回数とかこう針のやつですよね、多分昔は。ここにシャンデリア。シャンデリア、すごいいいエレベーターですね。開けておめでとうっていうやつをなんて言うんだっけ？くす玉です。パカってでこうピアってお願いします。サイバーパンクにしてください。難しいな。できる。内田さんならできます。楽しみだな。いやむずい。さすがに内田さんは早い。速さが取り入れる。スーツっぽい感じは残したいですよね。おお、どういう風に普通のスーツをサイバーパンクにするのか。あと髪型がちょっと難しいです、この人。この人は誰かに笑いかけてるんですか、この人。一人で笑ってるんですか。汚しとかついてて、その髪が金属のパーツになってる感じ？そうですね、なんかちょっと硬いブロックにこう分かれてるイメージですね。ああ。お、スーツの形がサイバーになった。その型のところが、はいなんか80年。あ、ちょっとこうなってるっていうか。かっこいい。ここになんかデバイスがあるみたいな。モバイルバッテリー。基本的に腕まくりさせちゃうんですよね、癖で。まあ、サラリーマンでもたまになんか汚い仕事をしなきゃいけないから。じゃあ手をかきます。いいね。日野江さんがとっても喜びます。こういうのはかけるけど、こうもうちょっとこうやって
動かしたりする手は描けないです、本当に。あただこうやってる手はまあ描けるけど。正面からこういう角度にするならもう描けなくなる。でもこれ難しいですよね。こう、だから指差しのこういうアングルもすごいむずいですよね。絶対できない。いや、私もできないですよ。苦手。指の銃撃ってる人はあまり漫画で描かないし大丈夫？悠々白書のこうレイガンみたいな時なんか持ってるんですよね、そういうカバン。普通になんか書類かなんか持ってるんですか？そう。そこにその、モバイルプリンター持ってます。ちっちゃいプリンターが。その場で出すってことですか？そのちっちゃいプリンターが現れて、そのままお客さんに渡す。ハイテクじゃないですか。そう、私、そう思った。サラリーマンが私のお家に入って、そんなかっこいい小さいモバイルプリンター持ってて、ちょっと感動しました。NTT が持ってた気がする。そう。日本のサラリーマンはすごいと思った。いや、まあ日本特有ではない。海外で後でメール送りますって言うから、別に人のお家の中で印刷しなくていい。そうか。日本人はまあせっかちなのかな、わかんないけど。かっこいい。ジャパニーズテクノロジー。みんなこのジャケットを見ましょう。その上にベストがもうウルトラマンパーツになっててかっこいい。ああ、そうですね。ちょっとサイテクノロジーっぽい感じにしました。もう徐々に出てきそうなコート。でもジョジョも確かにそういうスーツとか出てきますもんね、なんか。いいね、ベルトがかっこいい。今かわかんないですけど流行りましたよね。この人が魔法のエレベーターに入ったら綺麗すぎて気が失いました。起きたらもう2040年の未来に行ったんですね。自分の服がサイバー。そうなんです。そうなるとこうサイバーとサイバーパンクのまた話になってきちゃいます。まあサイバーパーツはついてるけどジャケットは結構ボロボロになってるからサイバーパンク。そう、サイバーパンク。サイバーだともっとこうすっきりしてるんですよね。こうごちゃごちゃしてないっていうかイメージなんですけど、エレベーターもこうすっきりしてる余分なものが全くないのが私はサイバーかなって思ってて、イメージですよ。汚くて気持ちいいよね。汚くて気持ちいい。ロマンじゃなんかありません？なんかこうやっぱ配管なんですよね、結局。カバンに見えるけどどっかの特別な機械に入れたらなんか電池になる。バッテリーみたいなことか。このカバンがないと特別な機械が起動できない。これ変形しそうじゃないですか。なんかバキ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 みたいな。アイロンマン2。すごい。スーツケースがアイロンマンのスーツになる。そうでしたね。そう。内田さんが大嫌いな綺麗すぎるエレベーター。なんか面白みがないんですよね。だからなんかわかります？そのエレベーターに入って私いろいろ夢あったのに普通にサラリーマンになっちゃったな。いや就職活動はつまんないな。なんかいろいろ深く考えちゃうよね。もう人生がどっかでつまんなくなった。このエレベーターは綺麗で嫌い。このエレベーターによって人生は考えないですよ。すごい深刻なことじゃないですか。超深く考えすぎて気が失ったから起きたら2040年。気絶してたんですか？それ世界がサイバーパンクになっちゃった。世界がサイバー、それはそれでいい。背景をビルにしました。鏡じゃなくてガラスでこう外が見えるみたいな。いろんなチューブが出てよかった。配管がロマンなんで、こういうのがないとつまんないけど、あんまりエレベーター内にはないんですよね、配管って多分。エレベーター感がなくなってしまいましたが。あれファイナルファンタジー7のリメイク、インダストリアルエレベーターみたいな、そういうボタン操作のなんかあった気がする。そう、配信でやろうかなって思ってて。あれ難しいですか？前は単性だったから、もっと分かりやすかったけど、慣れたら多分そんなに難しくない。ファイナルファンタジー7もどれくらいなんかサイバーパンク感はありますか？あれはでもサイバーパンク、ちょっとスチームパンク入ってる気がするんです。そうだね。ほんとザ・サイバーパンクがこうサイバーパンク2077みたいなイメージか、ブレードランナーとか。超ハイテクなものじゃなかったからそんなにサイバーパンクじゃないかな。そんなテクノロジーって感じじゃないじゃないですか。やっぱなんかマコーロっていうなんかそういうちょっと
そういう蒸気じゃないけど、そういう力を使っているので、あんまりメカというか、そうだねテクノロジー感はない、あんまない。そうだねメカは出てくるけど、この漫画を読みたい。こういう漫画ありそう。ジョジョ第9部みたいな。こんなもんですかね。素晴らしい。じゃあ比較しましょう。すごいものですけど、もともとはサイバーパンクの逆を書くチャレンジです。内田さんが大嫌いな綺麗エレベーターを書きました。スーツ着て超ワックスいっぱいすぎ男性です。スマートすぎてちょっと殴りたいような顔を描きました。内田さんが書いたのはこんな感じです。コートがすごいいい。長めになってもっとそうですね。かっこいいスタイルになって大事なのがまだスーツのスタイルのコート。こういう影とか斜線とか入れたら影にもなっているしテクスチャーも使ってやる感が上がるし、ベストがバレツが通らないような超強い素材そのカバンがいいね。機械のパーツとか、あと内田さんが言ったように変形するかもしれない。銃が出てくるとか。変形しそう。置いて縦になる。置いたらなんかガチャ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 みたいな。そうそうそう。Apex Legends とかにああいうのはあるんだっけ？ありますよね。内田さんがちゃんと元の絵を見て髪型をサイバーにして硬いパーツにしてなんかそうですね。難しかった。髪型がちょっと。内田さんが絶対ヘルメットからチューブが出てくるパーツそうです。つけて一番最後にやっぱチューブ欲しいなと思って書きました。ゼフィロスっぽいね。そう、なんかそう、ベースがロン毛じゃなかったけど、なんか伸ばしちゃったらロン毛になっちゃった。私が作った普通の平らボタンでしたが、こういうゴツゴツした機械、電線っていうか配管。この絵を見てボタン押したら音が聞こえる。もう、想像できそう。あージュルングーンゴンガゴンガゴンガ揺れそう。 70回まで。うるさそう確かに。その窓の外の景色。ビルがなんか歪んでるっていうか、地震があったのかな。それは多分私のフリーハンドのせいなんです。でも多分この絵にはあんまりそんなあんま定規使わなく方がいいかなっていう。少しずつこのエレベーターが壊れていって他のパーツで入れ替えた感じ。いやー、確かに確かに。ちょっとすごい歪んでる。停止の看板にこういうネジの穴とか入れたら超リアル。そうですね。ネジとか埋めると急にそれっぽくなる気がします。ね、これ気になります。カバンの模様、なんかワニの鱗っていうか。いや、そこなんとなく金属をこう網目みたいにしてるイメージなんですけど。高級腕時計とか、ああいう形にしてるよね。なんかこういうチューブもあるじゃないですか。金属でこうメッシュみたいになってる。そういうの。そういうなんかイメージというか。気が失う前にスーツ着てたんだけど、どっかでショーツになって、ショーツっていうか、そのブーツに。ブーツインかな。でこのブーツはすごいね。なんかわかんない。なんかボタン押したら早く走れる感じだな。なんかちょっとギアじゃないけどなんかついてるみたいな。肩のパッド、スタイルがいい初印象になる。ここですか？未来っぽいけど、なんとなくデザイナーは80年代からそうそう。ちょっと古いイメージがあるんですよ。サイバーパンクってなんとなく。未来なのになんか80年っぽさ。でも結構ファッションってこう回るっていうじゃないですか。流行りとか。そう。なんで一周回ってこう流行るのかなみたいな。腕時計も気になります。これはでもなんかアップルウォッチのイメージです。ポケモンがわかるようなピカチュウって何かしらのデバイスだと思います。これも構図結構近いですよね。できた。私はちょっと視点が下から上に見てる感じですね。そうするとかっこよくなりましたね。肩の位置がこう上がるのでやっぱかっこよく見えるんですよね。ちょっとみんなどうでしたでしょうか？そのサイバーパンクの逆絵をサイバーパンクにするチャレンジでした。内田さんありがとうございます。ありがとうございました。超楽しかった。ではみんなドキドキチャンネルもちろん登録お願いします。そして内田慎之介の YouTube チャンネルとかいろいろ紹介してください。内田漫画ライブペイントと YouTube チャンネルとあと Twitter と Instagram漫画ライブペイントでアカウントあるのでよかったら登録してください。お願いします。お願いします。内田さんと一緒に他の動画いっぱいアップしますのでぜひそれも見てください。じゃあ内田さんありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。